それでは映画評論家町山智博さんに早速お話を伺いましょう。やっぱり生はいいですな、山ちゃん。スタジオ生出演でございます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。町山です。よろしくお願いいたします。入ってきそうですね。風立ちぬのパンフレットを今こう見ながらね。パンフレット買えなかったし、買い損なった。あ、そうですか。町山さん、そういうことあるんですか。じゃあ町山さん、この一時帰国の時に帰ってこられて、そこでこの映画もご覧になった。はい。もう、このために帰ってきました。はい。いや、僕の友達がみんな大絶賛なんですよ。あ、そうなんですか。見ろみたいなね。もう泣いたっていう話でね。本当ですか。特にお前のようなやつは見ろみたいなね、いろんな話があって。あ、そう。町山さんね、実は私ね、見たんです。はいはい。でね、町山さん、見てね、正直ね、はてなっていうとこが多くて、でもね、こういう巨匠の作品をわからんって言うと、バカだと思われると思って、黙っておこうみたいなぐらい、ちょっと正直、これどう捉えたらいいんだろうみたいな感じだったんです、感想が。そう、評判はあんまり良くないですよ、一般的には。そうです。僕も行っとこうかなと思ったんですけど、見に行った仲間内から、いや、あんまりだったから、見なくてもいいんじゃないって言われて、それで見に行ってない派なんですよ。そう、一般観客の評判が全然良くないんですよね。いや、すごい悪いってこともないけど、みたいな。いや、だろうなと思いまして、まず、クライマックスがないんですよ、はっきりした。そうですよね。なるほど。そう。で、物語の目的がわからないんですよ。そう。主人公は何に向かっていて、何を解決しなきゃいけないのかっていう、一般的な物語って必ずそれがあって、それを解決してみんな終わるわけじゃないですか。それがないから、どう見たらいいのかわからないってクエスチョンマーク結構ね、浮かぶ感じだったんですよ。そう。あとね、もう一つはね、ちょっとこれどういう話かって言いますと、これ宮崎駿監督がですね、ずっとプラモデル雑誌に連載してた漫画の映画化なんですよ。そうなんですよ。モデルグラフィックスっていうプラモデル雑誌があって、そこにずっと昔から漫画を連載してるんですよ。で、その映画化なんですが、その実際の人物についての映画でもあるんですね。それで、堀越二郎さんっていう零式戦闘機を設計した人と、全然関係のない、名前だけ一文字だけ同じな堀達夫さんっていう小説家がいまして、その人は自分の奥さんが、奥さんというか婚約者が、結核で若くして死んだっていう、実際の体験を書いた小説で、風立ちぬっていう小説があるんですね。それごっちゃにしたもんなんですよ。そうですよね。はい。一緒くたっていうかね。一緒くたにしてて、しかも婚約者っていうか、中では結婚してるんですけども、奥さんが死んだっていう話は全然堀越二郎さんの実話とは無関係なんですよ。勝手にこの人の奥さん死んだって話にしちゃってるんですよ。そう、だからね、それ知らずに見てると、堀越二郎さんの奥さんってこういう感じだったのかななんて。そう思っちゃう人もいますよね。オリジナルのストーリーなんですか？なんかに基づくとかっていうよりも。二つの、実際に現実の人物だった堀越二郎さんの実話と、堀達夫さんの実話を元にした小説をごっちゃにしたんですよ。全然関係ない二つの人物の体験を一人の人にしちゃってるんですよ。で、これいいのかなと思ったら、なんか遺族の人は許可出したらしいですけど。宮崎駿さんが言ってきたらね。これは妄想なんですよ。そう。宮崎監督の妄想なんですよ。妄想なんですか？妄想なんです。宮崎さんのその原作の漫画にははっきりと妄想って書いてあるんですよ。これは私の妄想であるってちゃんと書かれてるんですよ。だからね、映画の中に割と夢が出てくる。そうなんですよ。夢のシーン多いですね。はい。これは主人公の堀越二郎さんが何かを見るたんびに自分の飛行機のいろんな設計のアイデアと結びつけて妄想するんですよ。で、次々と想像して、はっと現実に戻るっていうのを繰り返すんですよね。だから、これなんていうか昔の映画でですね、虹をつかむ男っていう映画がアメリカの映画でありまして、それは主人公がもう常に妄想してて、何か見ると妄想してっていうのがすでに現実として映画の中では映像化されるから、見てる方はどこまでが夢でどこまでが現実だかわからないって映画があるんですけど、それに近い虹をつかむ男系の映画なんですね。中学生丸山もそんなような映画。そう。中学生丸山も工藤館のやつも、主人公の中学生が、すぐには、あいつはスパイじゃないかと思うと、スパイアクションが展開したり、あいつはなんかクンフーの名人じゃないかと思うと、クンフーアクションになったりっていう、中学生の妄想をそのまんま映像の中に入れちゃってるんですよね。それをこのアニメでやったこれはアニメでやってるんですよ。っていう話なんです。わかんないですよね、いきなり。これね、一番わかんないのは、この主人公の堀越二郎さんが、自分の考えてることを決して口に出して言わないんですよ。割と寡黙な方ですもんね。寡黙なんですよ。で、最近の日本映画って特にそうですけど、主人公たちが全部自分の思ってることを言って、ディスカッションするんですよ。そういう映画ばっかりなんですよ。
ひどいことになってるんですよ。だからこの間、飛行機乗ってこっち来るときにですね、藁の立てって映画見てたんですよ。ね、それで松島菜々子さんが刑事で、まあ、連続殺人鬼のなんだっけ、藤原竜也君をずっと連行する話なんですけども、藤原竜也君がいきなり松島菜々子さんをぶっ殺すんですよ。いきなり、突然。で、その時になんで殺したんだって言うと、このババアくせえんだよって言うんですけど、なんてひどいことを言うんだと思うんですけど、こんなこと言うかとか思うんですけど、もう全員が思ってることをぶちまけ合うんですよ、日本映画って最近は。全部説明するんですよ。私はこう思ってますよって言って、俺はそうは思わないとか。それになれると、風立ちぬって映画は分からないんですよ。そうですよ。説明が少ないみたいなところがすごいですもん、文章で言ったら。何にも言わないんですよ、この人。要するにこれ戦争が起こり始めてるっていうか、まあ日本は戦争に向かってるんですけれども、それに対して彼はまあ武器を作るっていう仕事をしてるわけですね。戦闘機を作るって。で、その葛藤があるだろうと、みんな思うんですけど、その葛藤に関して主人公は何も言わないんですよ。そうだ、そうやればそうだ。そうなんですよ。だからやっぱり、それを言った方がいいんじゃないのって、他の日本映画だったら言っちゃうんですよ。会話でね、ディスカッションしたりするんですよ。戦争というのはとか言って。そう。言わないんですよ、この映画。確かに見事になかったですね。ないんですよ。俺はこんなために作ってるんじゃないみたいなこと。そういうこと言うんですよ。で、俺は本当は空を飛ぶのが好きでとかなんか言ってね、でも戦争は良くないとかね、言わないんですよ。そうだ。言うの下品ですよ、やっぱりそれは。なるほど。なるほど。それはね、当時の人たちはみんな思ってても言えなかっただろうし。そうか、時代背景的にそんなこと絶対言っちゃダメですよ。そんなこと、だからね、これね、でも言ってるっていうね、すごく分かる人にだけ言ってるとか、分かってくれっていう映画なんですよね。例えば、ユンカスっていうドイツの、航空機会社に視察に行くところがあるんですね、この森越二郎さんが。で、ユンカスっていう人が作った爆撃機を見るんですけども、それだけなんですよ。それ突然なんか警察みたいのが出てきたり、軍隊みたいのが出てきて、なんか謎の行動がその周りで行われてるらしいんだけれども、一体それが何かわからないんですよ。映画見てると。で、それどういうことかっていうと、まず、ユンカスって人は戦争に反対してたんですね。ユンカスっていう博士がいて、その爆撃機とかを開発した人なんですけれども、爆撃機とか戦闘機を作りながらもナチスにすごい逆らってて、最後はナチスによって監禁されて死んでいくんですよ。そういう人生をたどったそういう人生をたどった博士で、ユンカスっていうもう偉大な航空、工学家なんですけれども、その人の人生っていうのはまさに戦争に反対しながらも兵器を作るっていう人の代表ですよね。それを出すっていうことで、分かってくれよなんですよ、これは。お母さん見てても今聞いて初めて。そうなん、そこまでだって何の説明もないもん、本当に。ユンカスさんと映画みたいなのはないわけですね、そこまで。ないわけです。説明はないです。だから当時の人がユンカスさんに出会った時に、確かにそんなにね、人と人が出会った時に、その人のバックボーンをそれだけ調べて出会うかっていうと出会わないじゃないですか。そんな感じのしか映画で描かれてない。一瞬なんですね。そう。だからまあ、その時の時代の人と自分が一緒になっていると思えば、今町山さんがおっしゃるように、それぐらいの感覚しか出てこない。そう、わからない。あと途中でね、ドイツ人が出てくるんですよ。謎の、軽井沢に行くと、軽井沢に主人公が行った理由もほとんどわからないんですよ。それもわかんない。全くわからないんですが、軽井沢に行くと、ドイツ人がいて、で、友情ができるんですね。そこでね、いい曲がかかるんですけど、それちょっと、今かけていただけますか。ただ一度だけという歌がね。ただ一度だけっていう、まあ、主題歌なんですね。ドイツ映画の会議は踊るという映画の。で、それを全員でビアホールみたいなところでですね、合唱するシーンがありますね。みんなでね。で、あれはね、ドイツ人っていうのは何かっていうと、ここのとこちょっとサビなんですけど、ちょっと聞きました。これをね、全員で合唱するんですけども、ドイツ人は、ドイツは戦争に向かってると。で、日本は戦争に向かってるよと。で、我々は破滅するっていうふうに堀越二郎に言うんですよ。そうすると、堀越二郎はそれを受け入れるんですね。そうですねって言うんですね。そうじゃないって言うべきじゃないですか、その頃日本が。日本は絶対に勝つとか言うべきじゃないですか。言わないんですね。って受け入れるんですけど、ドイツ人は誰かって言ったら、あれはソ連のスパイですよ。そうなの？おそらく。見た人だよね、赤井さん。見ましたけど、私見ましたけど。わからない。わからない。逃げてるっていうのは出てましたけど。そう、逃げてるでしょ。逃げるシーンがあるんですよ。あれはゾルゲって言われ、ゾルゲでしょ、おそらくは。ソ連のスパイ。有名なスパイですけれど。そのゾルゲがスパイだってのはわかるけども。それ出てきてるんですか？セリフには出てこないし、わからないんですけど、多分ゾルゲのような人物であって、ドイツや日本の戦争をやめさせようとか思ってるドイツ人。で、軽井沢に、何かの、
潜入してきたんだろうというところがあるんですが、何もそれを言わないんですよ、この映画は。そうだ、本当にそう。いや、それ知らないの難しいよね。どっかで、あの人ゾルゲよって知んないわけでしょ。そう、ないんですよ。ないんですよ。そういうことをね、延々とやってるんですよね。例えばすごく印象的な、絵柄でですね、初めてその主人公がですね、直子さんに会うっていうシーンがあるんですけど、この直子さんっていうのはその風立ちぬの主人公の名前そのまま使ってるんですけども、丘の上に立ってパラソルを持ってですね、絵を描いてるっていうシーンで、これで会うんですけども、この絵っていうのはまず最初のモチーフになってるんですね、風立ちぬっていう原作の。でこれ一体何かっていうと、これクロード・モネの絵なんですよ、もともと。これ見えますか？今、資料で。そうだ、有名なね、有名なパラソルを持った夫人なんですよね。で、こういったいろんなイメージが、中に出てきて、特にそのクロード・モネの絵のイメージっていうのは全体に散りばめられていて、例えば大震災、関東大震災の人すごいですけども、あれで雲がこう、ブワーっと盛り上がるところも、こう、モネのタッチで暗雲を描いてるんですね。爆炎とかを。なるほど、これすごいことやってるんですよ、結構。もう今日本当に町山さんに解説していただいて、よくいろいろ、ちょっと腑に落ちなかったとこが、繋がってる感じでしょ？繋がっていく感じですよ。で、あそこでこう、煙がこう、ものすごい火災が起きて大震災で、その煙がもう舞い散るところで、主人公の、堀越二郎は、突然妄想を始めて、飛行機が飛んでる妄想するんですよね。爆撃の妄想みたいな。そう。で、この人は、どんなに危険な時でも、妄想をやめないんですよ。で、これはね、僕の友達の映画監督たちがみんな、俺だよって言ってるんですよ、彼らは。みんなあれは俺だって言ってるんですよ。そう、だからその震災で火の粉が飛んだりとか、そのこう布が燃えてパーッと燃え上がってるのを見て、飛行機を思い出してるんですよね。この状況でだったらこの飛行機がいいかなみたいな。そういうことを常に思ってて、もうどんなに自分が危険な状態にあっても、常に自分の妄想の中に入っていくんですよ。で、これは映画監督とかシナリオライターとかやってる人たちとか撮影とかやってる人、アニメーターとかみんなそういう人たちですよ。そうなんだ。すべてがそこに。すべてがその道を歩きながらビルを見て、ビルを見上げると、そのビルの向こうから怪獣が出てくるのを想像するんですよ、彼らは。で、それこそ大震災であるとか、大変な事件があって、悲劇が起こっても、どう撮ろうか、どうこれを表現しようかってことばっかり彼らは考えるんですよ。頭の中に絵コンテがバーって出てくるんですよ。そういう人種だっていうことそういう人種なんですよ。で、それは非常に不謹慎な人たちですよ、はっきり言うとね。でも、そういうものなんですね。ものを作る人たちっていうのは、そういうところがあるんですよ。で、この人は、まさにその戦争の道具である、その戦闘機を作るんだけれども、その戦争そのものに対して責任はどうなのかっていうことを問うてるわけですね、この作品の中で。宮崎駿さん自身がそういう人で、とにかく戦闘機とか戦車が大好きな人なんですよ。でも、反戦映画を撮ってるでしょ。そうですね。戦争はいけないんだっていうことを映画の中で言うじゃないですか。でもその割には戦闘シーンめちゃくちゃ快感で撮ってるじゃないと。ね。あんた戦争の道具大好きでしょと。大好きですよ。でも戦争は絶対いけないと思うと。その矛盾した気持ちっていうものを持ってるのがこういったものを作ってる人たちなんですね。アニメーターであるその宮崎さんはそういった形でその戦争の快楽ってものを描きながらも、それは悲劇であるってことを同時に訴えると。で、こういう技術者の人たちは戦争に反対しながらも兵器を作る。具体的にはオッペンハイマーという人がいまして、その人は原爆の父ですけども、原爆を作ったんだけれども、原爆の使用には反対してたんですよ。死ぬまでずっと核戦争とかそういったものに反対し続けて、平和主義者だったけれども、でも技術者としては原爆を作りたいわけですよ。作れるんだもん、俺には。とてつもないものが。そう。できちゃって。でも使わないで。っていう、まさにそういうことですね。ただ、このゼロ戦を作ったっていうことで、すごいね、ゼロ戦ってのはそれこそ何百機も、何千機も作られましたけど、乗った人は全員死んだんですよ。だからこれは大変なことで、自分が作ったもので、何百人何千人っていう人が死んだっていうのは、ものすごい辛い罪を背負ったわけですけれども、もうまさしくオッペンハイマーと同じですよね。そっか。それで最後の言葉が。あんまり最後のところは、あれですが。お母さん。そうか。今、ひょっとしたらだけど、映画好きの友達と喋ってると思うんだよね。ごめんなさい。ラジオ今、あんまり最後のところは、あれですか。言いそうだったもんね。気をつけたからね。でもね、映画作ってる人たちはみんなそうでね、スピルバーグっていう監督がいますね。で、あの人はね、ものすごい戦争マニアなんですよ。で、プライベート・ライアンとか、作っても戦火の馬とか、とにかくどんな映画監督にも戦争を忠実に、現実通りに描く人で、もう、兵器マニアとか軍事マニアの人はスピルバーグの映画だともう大喜びするわけですよ。すごいすごい。もう細かいその制服の軍服のこういったの細かいバッジぐらいまで忠実なんですよ。スピルバーグの映画っていうのは。それだけであの人戦争は大嫌いなんですよ。
で、ミュンヘンとかですね、シンドラーのリストとかで、戦争絶対反対する男たちの話を書いてるわけですね。戦争は絶対いけないんだと言いながら、誰よりも戦争が好きでたまらない。スピルバーグは。でもそれが多分ね、ほとんどの男の子は結構そうだと思いますよ。みんな。富野義行さんっていうガンダムの人も、戦争を子供の頃に体験して、だ戦争ものじゃないですか、ガンダムとかってね。宇宙戦争。ね。でもそれでみんなどうなるのかってもう悲劇しか待っていないんですよね、現実にはね。で、それもちゃんと描くというね、これはね、男の子の病気です。男の子の病です。だから女子の赤井さんにはピンとこなかった。だから男性の方が、もう一回見たいっていう人とか多かったですよね。そう。だってこれに出てくるの、目からいっぱい出てくるじゃないですか。電車から、市電から、一船蒸気っていう小さい蒸気船も出てきますけど、それから空母から戦艦から出てきますけど、あの描写見てるだけでもう男の子はたまらないわけですよ、もう。そうか。でもネジがどうのこうのとかまで出てきますよね。そう。そのネジがまた重要で、リベットっていうんですけれども、あれで、沈頭鋲っていう、鉄板というか、ビジュラルミンの板を、つなぐのにですね、鋲を打っていくんですね、戦闘機のね、表面にね。で、鋲が、出っ張ってると空気抵抗が出るんで、出っ張らないやつをつけるんだみたいな話が、延々と出てくるんですけど、あれは、俺たちにとっては最高な話なんですよ、ネタとして。そうなんですか。そう。で、宮崎さんっていうのは、とにかく兵器に撃たれた鋲の描写っていうのに、ものすごいこだわってた人なんですよ。あの人のメカってのは必ず鋲が書いてあるんですよ。で、あの人以前のアニメには鋲が書いてなかったんですよ。へえ。ラピュタの時の飛行機とかも、そうなんです。ゴリアテとか全部。そう。だから鋲にこだわるっていうのがあって、で、主人公の堀越さんっていうの、堀越さんはこの映画の中では、魔女の宅急便に出てくるトンボくんっていう男の子いたでしょ。はい。メガネがかけて。あれが成長した姿なんですよ。へー。飛行機が大好きでっていうね、男の子。で、ラピュタに出てくるパズーもそうですけど、機械が大好きで。あれは全部宮崎さん自身なんですよね。とにかく機械が大好きでたまらないという、もう自分自身ですよね。それで、でも戦争は嫌いだと。っていうんで、描いてるんで、もう本当に、これ、普通の人がどうこうっていう問題ではなくて、映画っていうのは誰に対して開かれてるわけでは決してないんですよ。個人的な映画っていうのもあるんですよね。すごく個人的な映画。そんなに大ヒットしてる映画なんだけど、向けられてる人たちは意外とものすごい個人的な話なんですよ。これは私のことであるってことで。で、そう。だから、声優さんにですね、庵野秀明さんを使ってるんですけども、庵野秀明さんエヴァンゲリオンの監督なんですけれども、これ結構棒読みだとか素人だとか言って批判されてるんですけれども、あれは声優さんとかプロの人が、要するに夜慣れして誰々の心も演じられるような人が演じちゃダメで、人の心なんかわかんないし、世の中のことなんかわからないけれども、好きなものだけやり続ける、アホのような男が声を選んなきゃいけないんですよ。だから監督というそう。庵野さんにやらせたんです。庵野さんぼーっとしてるわけですね、この声出しながら。で、人の話を聞いてないってシーンがすごく多いんですね、そうなんですよ。そう。聞いてないの今大事な話してんだろみたいなところで聞いてない。妄想してるんですよ。ね。なんだっけとか言ったら返事もしない。そういう人じゃないとこの声はできないんですよ。はあ、そこまで計算されての。そうなんだろうと思ったら。だからちょっと裏情報で失礼なんですけど、庵野さんの奥さんはこの映画を見た後本当に泣いたらしいですね。ね。そういう男と結婚してしまった女の悲劇でもあると。なるほど。でもそれで嫌いになれないでしょ、その男。そう。ね。夢見てる男なんだもん。常に。そういうことなんです。そういうことなんだ。そういうドラマだったんですね。じゃあ周りでダメだって言ってる人は夢を見れてない人たち。夢を見れてない男だと思いますよ。はい。夢を見れてない男だ。これ飛行機が飛ぼうとみんなプル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 って口で言ってるんですね、この映画って。なんか見たんですよ。プル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 とかね、ヒューンって声で出してるんですよ。あれ声なんですよ。人の声なんですよ。なぜそれやってるか。ごっこ遊びですよ。おもちゃの飛行機を持って男の子がみんなプルプルプルってね、ブーンってやるじゃないですか。あれを映画でやってるんですよ、これは。そういう意味だって、なんで全部人の声でやったって、なんかニュースになったのよ。人の声でやってるってすごいって。人の声でやる意味何なんだろうと思ったら、そういうことなんですね。男の子の飛行機ごっこですよ。そういう物語だとね、僕は、昨日ある映画監督と朝までってずっと飲んでて、その話をずっとしてたんですけど。そう。見に行く前にこれ知らないと確かによくわかんないってことだ。これね、みんな言ってたのは、とにかくなんか見ると、飛行機が飛んでても、その飛行機がこうなって爆破したらどうだろうとか想像しながら見るんですよ。自動車がこう走ってても、ここで横転してとかね。それでアニメーションするんですよ、頭の中で。ね。妄想族なんですよ。
俺たち妄想族っていう話ですからね、これね。風立ちぬ。はい。エッチな妄想もしますけども、そういう妄想も、男の子妄想もするんですけどね。で、確かに町山さんおっしゃるように、当時の日本人だったらそんなにベラベラ喋らなかったかもっていうのはあるかも。リアルなとこと、ベラベラ喋って自分の思想とか政治とかぶつけるような人がゼロ戦作ったりね、アニメ作ったり、映画監督やったりしないですよ。ね。それは。そうだ。やっぱわけの分かってない人はやるんでね。ものを作る人は絵描きでもそうですけどね。黙々と。だから作品を作るんですよね。だから俺みたいに喋ってる人はなかなか作品作らないっていう気もしますが、まあ喋りを作品にしてるんでね。はい。そういう気もしますが。だからやっぱりね、この映画で最後に飛行機雲は流れますけども、荒井由実さんの。この歌はまあ、飛行機雲ってことで繋がってるというのも一つあるんですけれども、この歌詞の中ですごく重要なのが、今はわからない。ね、他の人にはわからないっていう歌詞が出てくるんですよ。まさに他の人にはわからないんですよ。わからない人には、この堀越二郎の気持ちはわからないだろうと。確かに心の中にはその何百人も何千人も死んでった自分の飛行機で死んでった人たちの気持ちはあったでしょうね。ね。当然ね。当然あったでしょう。そりゃそうでしょう。ね、だからそれがどういう気持ちなのかは、口で言ってみんなに分からせることじゃないんですよ。かっこいい。今頃、なんだろう、すごい時間が経ってから響いてきちゃった。でもだから見た後にこれ聞いて思い出して繋がっていく快感もあるわけでしょ。なるほど。そうですね。だからね、この歌を選んだってすごいなと思いましたね。そういうこと。だから宮崎監督自身もね、この映画を見て、完成して泣けた。自分のことだからですよ。そっか。自分で自分の話作って自分で泣いてるっていうね。ほら、そういうことでいいのかっていう気もしますが、いいんですよ。それが作品なんですよね。そっか。芸術ってのはそういうものなんで、で、芸術とかその技術とかは、本当に個人的なもので実際は。で、それが実は社会と結びついていく中で起こってくるそのすれ違いみたいなものっていうのは時に悲劇を起こすし、やっぱり、あの映画わかんないよって普通の人たちは言うとかね。そういうことになってるんです。家族連れで行ってもわかりゃしないわけで、子供なんかもうこんなの飽きちゃいますよ。子供が走り回ってるってニュースだったからね。そう。でもやっぱり宮崎監督の作品としてはものすごく一歩突き抜けたなと思うのはセックス描写があったってことですね。へえ。あ、そうなんですか。初めてやっぱり初夜で結ばれるってところをはっきりと描いてますから、まあ直接描写はないですがもちろん。で、その後彼を抱きしめるシーンがあるんですね。直子さんがね。で、その時こう、やっと来てくれたのねって、こう抱きしめて、その後、ぐーっと腕に力を入れて回していくっていうシーンがあって、そこがものすごいね、今までぼーっとしてたのに、ものすごい男だなみたいな感じなんですよね。そう、生々しいでしょ。それで頬と頬がこうすれ合ってみたいな感じが、あの生々しい描写っていうのはもう日本のアニメの中で最近珍しいですよね。はい。まあでも、日本のアニメでそれをやったのがあってですね、それに対して対抗でやったっていう説もあるんですけれども、それはまあ置いといて、はい。ということで、宮崎監督の作品としては、もう画期的な描写だったと思いますね。どうしよう、やっぱ見に行こうかな。そうだね。ぜひ。どうしよう、それで全然感動できなかったら、俺ちっぽけな男なんだなって思っちゃう。そっちの人種じゃないっていう場合もそれはありますけどね。だからそっちの人種じゃない人もいっぱい出てくるんですよ。軍人とかね。はい。会社の経営者とか。はい。いいよ。ねということで、今日は町山さんに宮崎駿監督の最新作、風立ちぬ、もう紹介、さらに解説という感じでね、していただきました。ありがとうございます。どうもでした。はい。また来週はアメリカから。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。玉結び。